幻のポケモンの中にも、様々な理由で不遇な扱いを受けたポケモンがいる。今回はそんな、バトルの性能に恵まれなかった幻のポケモンを見ていくぜ。ついにやったわマリサ。どうしたんだレイム。ガラル地方の図鑑をコンプリートしたのよ。鎧島、冠雪原含めて。おめでとうレイム。図鑑コンプリートするのってかなり骨が折れるよな。かなり大変だったわ。でもミュウとかゲットしてないのに図鑑完成になったのよね。なんでなのかしら？幻は図鑑完成に含まれない区分のポケモンたちだからだな。そうだったの？じゃあ幻のポケモンって伝説より格上ってことよね？急に欲しくなってきたわ。単純な強さで言うとむしろ不遇なポケモンもたくさんいるけどな。欲しくなる気持ちはよくわかるぜ。幻なのに不遇なの？ますます気になってきたわ。マリサ、今回は不遇な幻のポケモンたちについて教えてちょうだい。了解だ、レイム。まず1匹目はゲノセクトだ。第5世代から追加された幻のポケモンだな。ゲノセクトはどうして不遇なの？ゲノセクトはテクノバスターっていう専用技の使用が冷遇されてるんだ。持たせたカセットによってタイプが変わるっていう面白い効果なんだけど、5世代では威力85固定、目覚めるパワー、プラス強化アイテムの威力84とほぼ同じで、使う必要性がほぼなかったんだぜ。それでも威力が1上回ってるからあった方がいい技なんじゃない？カセットを持たせるとカセット部分の色が変わるんだ。そのせいで、不意に弱点をつきたくても、このゲノセクトは水技を持ってるなって風にバレてしまうんだぜ。目覚めるパワーの場合はカセットの色で判別がつかないから、この差は大きいぜ。持ち物がカセットってバレるだけでも痛いのに専用技のタイプまでバレちゃうのね。第6世代ではテクノバスターの威力が120になって、若干実用性が出たんだけど、どのカセットを持っているか分かってしまう仕様はそのままで、ゲノセクト自身冷凍ビームや火炎放射、10万ボルトっていう、優秀なサブウェポンを覚えるからやっぱり採用には至らない性能だぜ。優秀な技を覚えるがゆえに、専用技の価値が低くなっちゃうのってなんだか皮肉ね。タイプは優秀だし、素早さも幻、伝説の中では高い部類なだけに惜しいポケモンなんだぜ。お次はデオキシスだ。ノーマル、ディフェンス、アタック、スピードの4つのフォルムで戦うことができる。ちなみにノーマル、ディフェンス、アタックの頭文字を取ると DNA になるんだぜ。4つもフォルムがあるなんて面白いポケモンよね。その中でノーマルフォルムが一番不遇ってことかしら？そうだな。デオキシスのノーマルフォルムと、アタックフォルムの種族値を比較してみるとわかりやすいんだぜ。どっちも攻撃、特攻、素早さに特化してるわね。要するに両方防御方面には期待できず、攻撃を一発もらえばアウトだ。であれば、攻撃種族値と特攻種族値が30高いアタックフォルムの方が強いと思わないか？確かにそうね。種族値の観点から採用する理由がほとんどないフォルム、それがノーマルフォルムなんだ。他のフォルムはどうなの？他の劣化ってわけじゃないけど、ディフェンスもスピードも扱いづらいことには違いない。ディフェンスフォルムは元々の HP の低さがたたって実質的な耐久はツボツボと同程度。かつ、同タイプにはクレセリアという強力なライバルが存在している。スピードフォルムは素早さこそ高いものの、火力と耐久が中途半端なんだ。なんだかデオキシス自体が割と不遇っぽく感じるわ。そうかもしれないな。攻撃するときはアタックフォルム、ダメージを受けるときはディフェンスフォルムって感じで、ギルガルドみたいにバトル中に切り替えられたら強かったかもしれないんだぜ。特性を今からでもバトルスイッチに、ならないだろうな。ケルディオはブラックホワイトで登場した幻のポケモンで、専用技神秘の剣を覚えてると見た目が覚悟の姿に変わるんだ。なんかそういう特別仕様っていいわね。と言っても種族値も特性も変わらないから、神秘の剣を覚えてるかどうかが相手に伝わっちゃうだけなんだけどな。それは損した気分になるわ。ケルディオはコバルオン、テラキオン、ビリジオンと同じ聖剣士で、種族値もテラキオンの攻撃と特攻を入れ替えたものなんだけど、合計種族値580は結構低めなんだ。合計種族値600に満たない幻は3匹しかいないんだぜ。純伝説と一緒の種族値って考えると低い気がするわ。合計種族値600に満たない幻のポケモンって他には何がいるの？それはおいおい紹介しようと思うぜ。今回の動画に含まれてるってことね。察してくれて助かるぜ。ケルディオは特性と種族値の噛み合いも悪くて正義の心の効果が発動しても、アクアジェットのダメージが増えるぐらいしか旨味がないんだ。特性がほぼないのと一緒なのは悲しいわ。それどころか混乱の事象ダメージが増加するからマイナスに働く可能性すらある。水、格闘の技範囲と相性がいい氷技を凍える風しか覚えないのも辛いところだぜ。水タイプなら冷凍ビームぐらい覚えてほしいわね。
メロエッタは第5世代から追加された幻のポケモンで、専用技古の歌を使うとフォルムチェンジすることができるぜ。なんだかトリッキーなポケモンね。使ってて楽しそうだわ。このトリッキーな性能を現状の努力値のシステムで活かしきることは難しいだろうな。どういうこと？努力値って510までしか触れないっていう制限があるだろ？メロエッタはフォルムチェンジするごとに攻撃、特攻の種族値が入れ替わり、どちらかに振るための努力値が不足してしまうんだ。なるほどね。システム的に噛み合わないってことかしら。その上、物理技と特殊技どっちも欲しいから技スペースも必然的に足りなくなるぜ。確かに、技を8個ぐらい覚えさせたいわね。古の歌の使い勝手もあんまり良くなくて、ゴーストタイプや守る、特性防音で透かされるとフォルムチェンジできないんだ。追加効果の眠り 10% ってどうなの？天の恵みと合わせると強そうだけど、天の恵み込みで 20% はあんまり期待できる確率じゃないな。ただ、素で眠り率 20% ならダブルバトルで相手全体に当たることから、相当な強ポケになったんじゃないかと思うぜ。何か使い道はないのかしら。エスパーノーマルの複合タイプは希少価値が高く、ゴーストを透かせるエスパーとしての起用は考えられるかもしれないな。ただその場合も古の歌の扱いが難しく、ノーマルタイプ一致技はハイパーボイスと選択になるだろう。何かと惜しいポケモンだから、強化が来たら嬉しいポケモンの一匹だな。ザルードは草クタイプの剣盾で登場した幻のポケモンだ。種族値は無駄がなくて結構使いやすそうに見えるわ。配分としては600族で環境を制したガブリアスにかなり近い。それってかなり強いんじゃない？だけど弱点が7個もあるから、実質耐久値はガブリアスよりはるかに劣るんだぜ。特性はあまり強みのないリーフガード。専用技のジャングルヒールは面白い性能ではあるものの、体力回復と状態異常回復を同時に行いたいシーンがどれほどあるかと言われると微妙だな。タイプ、特性、専用技に恵まれないのね。せっかくの悪タイプなのに不意打ち、叩き落とすを習得しない点も痛いぜ。単純な草タイプのアタッカーとして使うのなら、グラスメーカーで火力を補えるゴリランダーにかなわないし、ダブルバトルのサポーターは女王の威厳で、先制技を排除できるアマージョに軍配が上がってしまう。一般ポケモンにすら居場所を奪われてしまうポケモンがザルードなんだ。弱点が多いポケモンは尖った強みが欲しいわ。岩なだれ、アクロバット、インファイトとサブウェポンはそれなりに充実してるから、あと一歩何かあれば活躍できる気がするぜ。セレビーは金銀で登場した幻のポケモンだな。草エスパーの複合タイプで、弱点の数はザルードと同じ7個だ。セレビーもザルード同様弱点の多さがネックになるのかしら。そうだな。同タイプのナッシーも弱点の多さが目立って使われてなかったりするぜ。せっかくの幻なんだし、この子にしかできないことってないの？それこそ専用技とかどう？実は第2世代までは幻のポケモンに専用技が与えられてこなかったんだ。よって専用技で他のポケモンとの差別化を図ることが不可能ということになる。そうだったのね、知らなかったわ。だから専用技以外でセレビーにしかできないことを探すことになるんだけど、幸いにも滅びの歌、ステルスロック、宿り木の種、癒しの願いなど、多彩な補助技を覚えるから技構成で個性を出すことは可能なんだぜ。ならよかったわ、セレビーは救われたわ。安心するのはまだ早いぞ、レイム。問題はこれらの補助技を組み合わせた技構成が果たして強いのか。また、強いとして技を打つ機会があるかだぜ。どういうことよ。例えばステルスロックと宿り木の種を両採用するポケモンの代表格がナットレイだ。ナットレイは優秀な耐性で、この2つの技を打つ機会を作り出すことができる。だが、セレビーはどうだ？さっき言った通り、セレビーは弱点が7個あり、かつそのうち1つは4倍弱点。いかに優秀な補助技を扱えようと、行動回数が保証されていないんだ。タイプ相性の壁は越えられないのね。耐性面が壊滅的なのは説明した通りなんだけど、草、エスパーは攻撃面でも一貫性がなくて、アタッカーの適性も低めなんだぜ。バランスのいい種族値だけど、それを活かす術がなさそうだわ。そうだな。ちなみにセレビーは時渡りポケモンとして、時間を渡ることができるって設定があるんだけど、専用技がない手前、設定がバトルに全く活かされてないのも悲しいポイントだな。最後に紹介するのはフィオネ、マナフィから生まれる水炭タイプで、ダイヤモンドパールで追加された幻のポケモンだ。この子が合計種族値600に満たない幻のうちの1匹ね。でも進化前のポケモンをカウントするのはちょっと違うんじゃない？メルメタルの進化前であるメルタンは今回除外することにしたぜ。じゃあなんでフィオネはいいのよ。マナフィはフィオネの卵を産むことができるが、フィオネはマナフィに進化することができないんだ。
生物としては同種であり、王の資質を有した突然変異種がマナフィ。そうでない一般的な個体がフィオネという扱いになっているぜ。種族値オール80はあんまり高くないわよね。一般ポケモンの鬼氷と完全に同じ種族値だな。フィオネは進化前なら進化の奇跡を持たせれば、マナフィを超えられる可能性があっただけに残念だぜ。進化前ではない、という枠組みがここでも響いてしまうのね。覚えられる技はマナフィが覚えられる技からハートスワップ、ホタルビなど、専用技と優秀な補助技を抜いた形になっていて、どうあがいてもマナフィを使った方がいいという答えにしかたどり着かないんだ。まあマナフィは同種族の王だし、それも仕方ないのかもしれないぜ。じゃあマナフィはどうなの？強そうな気がするけど。超強力なホタルビが剣盾で消滅してしまったから実戦運用は厳しいぜ。ホタルビがあっても、積むタイミングを作るのには苦労するんだけどな。潤いボティ、プラス眠るの全回復コンボが使える水炭タイプとしては最も耐久が高いものの、わざわざ使うほどの性能ではないというのが正直な感想だ。マナフィで活躍が難しいなら、フィオネはもう、そうだな、いつの日か救済されることを願うぜ。今回は不遇な幻のポケモンについて見てきたけどレイムどうだった？強力な専用技を持たない幻のポケモンが全体的に多かったわね。私は派手な技が好きだから、不遇な子たちには高火力の専用技を配布してあげてほしいわ。確かにそういうテコ入れデザルードあたりは救われそうだな。今回紹介した幻のポケモンたちの思い出があれば、コメント欄に書いていってくれると嬉しいぜ。不遇な幻のポケモンに同情した人は高評価、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。